やっぱりよ、プロモーション入ったからにはよ、かっちり決めないといけねえじゃねえか。ああ、もう最初からアグレッシブにいったつもりだけどよ、いかんな。ああ、外の仕事もちろん大事で、ああ、芸能の仕事もちろん大事で、だけどよ、この俺さん真壁陶器に取っちゃえよなあ。プロレスラーだからよ、ああ、負けたかねえんだよ。おい、いいぜ、てめえらが少しずつ対等面白いじゃねえか。ああ、前まではクソのよ役にも立っちゃして、そんな奴ら今上がってきてんだろ。望むところでワクワクしてきたぜ。ニック・ネメス、お前が巻いてるベルトにはもちろん興味がある。ただ、今日一つ目の試合でボルチンがプロネバーの6人タッグのベルト巻いて入場してた。俺も一人いる時は行っても巻いて入場するようにしてるんだけど、矢野がね、授業外れて俺とボルチンだけだけど、そういったボルチンの姿勢に改めてベルトへの思いっていうものは、こんだけベルトの数がたくさん増えようとも、思いの強さ、そういったものを込めれば、絶対魂が宿るものになるから、俺は巻くベルト全力の愛で、全力の愛を注いでるから。気分がいいね。1年前高木とここで40何分だかやって試合後脱水症状を起こして、そんな思い出ある場所でね、1年後帰ってきてみたら、あのベルト今は優也が巻いててさ、気持ちいいね。プロレスって面白いよね、こういうとこで。1年前こんなこと誰が予想したか。だからこれってプロレスもそうだけど、生きてるって楽しいよね。明日、明後日、1ヶ月後、1年後どうなっていくか分かんねえからさ、生きてみねえと楽しいよね、そういうこと考えると。これから優也はあのベルトを優也なりの色に染めてやってくれると思うし、俺とか高木がやってきたこと間違いじゃないって彼は証明してもらえると思うし、そうだな、このまま彼が最後まで持ち続けるようなことがあれば、これは年間でね覇者が決まるから、あいつが年末まで持ってたら一番最後の後楽園ホール、俺が挑戦したいと思います。2023の覇者としてね。いや、1回勝ったからって覇者になれるとか美味しい魂胆じゃねえぞ。そういうやつでやってんだからさ、最後に持ったやつが覇者になるんだから、一番最後優也、俺が挑戦するから、それまでしっかり保持者でいてくれよ。近くで応援してるよ。そしてこの後同期セコンドは任しとけ。思いっきりやってくれ。期待してるよ。よし。KOPW 保持者として今日もしっかり勝ちました。いろいろこの新日本に対しても IWGP に対しても KOPW に対してもいろいろ思うことはもうたくさんありすぎて、ここで今俺が吠えたところで、別に何もないから、今一つでも言いたいことはあるな。いつ何時俺は誰の挑戦でも受ける。この KOPW に興味があったり、また俺に興味があったり、文句があったり、何でもいいよ。俺に意見があるやつは俺のこの前に行って俺に直接言ってくれ。これもずっと思ってて、ちょっと一つ言わせてもらうけど、新日本プロレス SNS でレスラーがやり合ったり、それももちろんね、盛り上げる上では
とても大事なことね、プロモーションの一つとして大事なことだと思います。でもそこばっかりに凝りすぎるとみんな置いてけぼりになっちゃうんだよ。世界があって日本があって、その中にプロレスっていうジャンルもあって、まあ世界中にもありますけど、そのプロレスっていうこのジャンルの中でさらにこのちっちゃいジャンルの中でさらに SNS のプロレスもっとちっちゃいところでやり合ったってしょうがねえんだよ。もちろん盛り上げるためには大事だよ。だからせっかくこうやってバックステージコメントがあるんだよなあ。文句があったり俺に意見があるやつはここに来て俺に直接言ってくれ。俺は今も待つよ。誰か来ねえか、俺の発言に対して意見するやつは。明日も試合後勝っても負けても負けること考えてねえけどね、明日試合後俺またこのバックステージに来るからな。意見があるやつはここに来てくれ、俺は待ってるから。分かったか。以上、あれでした。